皆さんこんにちは。アンの茶道生活へようこそ。今回は焼き物と茶の湯の文化が息づく町唐津に来ています。前回の動画では唐津焼の窯元をご紹介しました。今日はその続きで唐津の人々に愛されてきた和菓子とお料理をご紹介します。まずは老舗和菓子店に参りますね。こちらのお店は大原老舗さん。江戸末期から焼きまんじゅうを作り続けてきたお店です。今工場内で焼いているそうなので一緒に見に行ってみましょう。手慣れた手つきで次から次へと焼いています。これが唐津銘菓の小炉まんじゅうです。江戸時代から変わらぬ手焼きにこだわり、こしあんを薄いカステラ生地で包み、一つ一つこうして丁寧に焼き上げています。コロッとした丸いフォルムが虹の松原にある黒松の根元に自生する幻のキノコ、小炉に似ていることからその名が名付けられたとのことです。この焼きまんじゅうも歴史を紐解けば高麗から陶器と一緒に渡ってきた文化だそうです。形が似ているたこ焼きは昭和に入ってから作られたもの。丸い形の元祖は小炉まんじゅうかもしれませんね。さあ焼きたてをいただけるそうです。ちょっとワクワク。焼きたてならではの香りが漂ってきました。こしあんが品のいい甘さで薄いカステラ生地と相性抜群です。あんこを練ってから数日間寝かせてまろやかな甘さに仕上げるんですって。なるほど。長い時を経て唐津の人々に愛されてきたのには訳がありますね。他にもいろいろな商品を取り揃えていらっしゃいます。茶人に好まれるお菓子には太閤松がありました。こちらも試食をいたします。干菓子かと思っていたら柔らかい大納言を練り上げた粒あんときめ細かい落雁粉を使った生菓子でした。美味しいです。めちゃくちゃこれお土産にする。こちらも一つ一つ手作りとのことです。作りたてをお茶仲間に送っていただくことにしました。次も和菓子屋さんに寄ってみたいと思います。明治31年創業の開華堂さんです。120年以上も長きにわたり上品な和菓子を作り続けてきた老舗です。生菓子や干菓子が所狭しに並んでいます。こちらは牛皮製の青もみじ、それから練り切りあんで作られた赤竹の花。干菓子には七夕をイメージしたものや流水に鮎もあります。季節ごとに作られる種類豊富な干菓子もすべて手作りなんですって。このたくさんのお菓子の中から先代の娘さんである久喜さんにご紹介いただいたのは代表銘菓のさよ姫です。唐津の海をイメージした貝殻の形になっている和三盆糖だそうです。和三盆糖は江戸時代から作られている日本の伝統的なお砂糖で口どけの良さと上品な風味が特徴です。ところでさよ姫ってご存知ですか？さよ姫は唐津で生まれた伝説の美女で日本三大伝説の一つ松田さよ姫物語のヒロインです。万葉集にも7首歌が残されています。一首ご紹介しましょう。うなはらの沖吹く船を帰れとかひれふらしけむ松田さよ姫。なんだか切ない歌ですね。物語のあらすじを概要欄に紹介しておきます。お店の中に喫茶コーナーがあるので冷水たてのお抹茶と梅ゼリーをお願いしました。ゼリーは爽やかな酸味に優しい甘み、氷が入ったお抹茶はひんやりとしてお茶の甘みも強く感じました。夏は目から涼を感じるこんなお菓子とお茶がいいですね。すっかりのんびりさせていただきました。ありがとうございました。さて夕食の時間となりました。
旅に出たからにはその土地ならではの食事をいただきたいですね。今回選んだのは唐津の名店アメゲンさん。江戸末期創業の川魚料理店です。どんなお料理がいただけるのか楽しみです。案内されたのは川や山々を眺めることのできるお部屋。風が通ってすごく気持ちがいいです。この川は玉島川といい、万葉集で読まれている松田川です。松田川を歌った万葉歌人に大友の旅人や山の上のオクラがいます。また古事記では神宮皇后がこの川で鮎を釣っていたことを記しています。そんなロマンあふれる川を眺めながらお食事をいただくなんて贅沢ですね。小鉢の後に出されたこちらは鮎の背ごしと鯉の洗い。2人前ですか？2人前です。はい。嘘。しかも器だけでごちそう。そうですね。すごい。この色とりどりの野菜はすべて自家栽培ですって。毎朝畑から積まれてくるそうです。通りでみずみずしいはずです。鮎を生でいただくことないんですけど、はい、真ん中に骨がね残ってるんですけど、そのままいただけるんですか？そうですね。割と気にはならないと思います。あ、そうですか。はい、じゃあ結構若鮎ですね。鯉の洗いはコリコリとした食感で臭みなど一切なくすっきりとしたうまみでした。正直これほど美味しい鯉の洗いは初めてです。鯉に対するイメージが変わりました。そしてこちらは鮎の塩焼きと飴焼き。塩焼きの方は香り豊かで身はホクホクとしています。飴焼きは店名の飴源から来ているだけあり、まさに絶品です。丸ごと骨まで食べられるほど柔らかく、控えめな甘みに醤油の香ばしさ、コク深い濃厚な味わいでした。鮎という字はここの玉島川から来ているそうです。魚に占うで鮎。神宮皇后が玉島川でこの魚を釣って戦を占ったと日本書紀に記されているそうです。この地点ですっかり川魚を堪能したつもりでしたが、もう一つお店の名物料理が出てきました。こちらつがいの姿煮です。オスとメスと食べ比べができるようセットで出てきます。そして丁寧にさばき方も教えてくれました。つがにの旬は秋冬ですが、お店には生けすがあるため一年中提供できるそうです。この後無言でカニと格闘です。ところでお気づきになりましたか？これまでに提供されたお料理の器はほとんどが唐津焼。特に中里太郎右衛門窯の作品でした。締めにはつがに飯が出てきました。ご飯の方はつがにの殻やだしも入れて炊いているため、カニのうまみがしっかり染み込んでいます。カニ汁もうまみが凝縮、とにかく美味しいの一言です。こんなにたくさんいただいて一人税込みで7200円。景色といい、器といい、これまでのお料理の数々、信じられないコスパの良さです。若女将に少しお話を伺いました。江戸時代から続く老舗店ならではのエピソードや玉島川の歴史など話題が豊富でいろいろ勉強になりました。若女将曰く、唐津には山も川も海もあって美味しいものもたくさんある。文化や歴史もある。ぜひ皆様にお越しいただき直接触れてほしいとのことです。古事記や万葉集に始まり伝説に恵まれたこの唐津の地、その魅力をまた探しに来る約束をしてお店を後にしました。皆さんいかがでしたでしょうか？唐津に行ってみたくなりませんか？本日訪れた場所は概要欄に記載しておきますので、興味のある方はチェックしてみてください。また次の動画では美しい庭園を持つ金正寺と総平流についてご紹介します。そちらも合わせてご覧いただければ嬉しいです。そしてよろしければグッドボタンとチャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。